1941年12月7日、16歳の秋黒瀬は何百万人ものアメリカ人と恐怖を共にしました。日本軍の戦闘機が真珠湾を攻撃したのです。この時知り得なかったのは、共に味わったこの恐怖で彼女の家族や12万人以上もの日系アメリカ人が社会的・物理的に国から阻害されるということです。1941年当時、日系アメリカ人のコミュニティは米国で50年ほど拡大を続けて、その3分の1が移民で西海岸に移住し、何十年も暮らしている人々でした。他は秋のように米国で生まれた市民でした。シアトルで秋子加藤として生まれ、多様な地域で育ち、自分をアメリカ人と考えていた。真珠湾攻撃の翌日、教師にこう言われるまで、君の国の人が真珠湾を爆撃した。人種差別と猜疑心、破壊工作への恐怖から日系アメリカ人を裏切る可能性のあるものとみなした。FBI は家宅捜索や財産の押収を行い、裁判を行わずにコミュニティの長を拘留した。秋の家族は極端な取り締まりにすぐに見舞われなかったが、1942年2月19日、ルーズベルト大統領が令第9066号を発令した。この命令は、敵と疑われる者は誰であれ、軍事活動に重要とみなされる地域から排除することを許可し、日系の血を引く者も含まれた。当初、日系アメリカ人は指定区域からの立ち退き、内陸への移住を命じられた。政府が銀行口座を凍結させたり、夜間の外出禁止など規則を課すると、秋の家族のように避難できなくなる。3月には日系アメリカ人の転居を禁じる宣言が出され、軍事区域に閉じ込められてしまいました。5月には米軍がアキラとシアトル在住日系アメリカ人7000人とワシントン州ピアラップキャンプハーモニーに移す。仮設の強制収容所の一つで、かつて催事場やレース場だったところに作られ、家族全員が馬屋やバラックを粗末に改装した家に詰め込まれた。数ヶ月かけて米軍は日系アメリカ人を人里離れた西部や南部にある長期的な強制収容所に移動させ、秋の家族はアイダホ南部のミニドカに移りました。武装兵に監視され収容者たちが移された当時、多くのキャンプはまだ建設中でした。急ごしらえの収容所は過密状態で非衛生的。人々はよく病気し、まともな医療も受けられなかった。戦時転住局は収容者たちにキャンプの運営をさせていました。キャンプ施設で働いたり、設備の乏しい教室で教えたり、作物や家畜を育てたりしました。日系アメリカ人の中には労働ストや講義を行う者もいたが、多くは秋の両親同様耐え忍びました。外での生活を再現しようと試みたが、置かれた境遇という現実を避けることはできなかった。秋や若い収容者の多くはキャンプを出ると決意する。彼女はミニドカの高校を卒業し、人種差別反対主義のクエーカーの団体の援助を得て、カンザスにあるフレンズ大学に入学できました。一方、秋の家族の状況が変わり始めたのは1944年末頃、画期的な最高裁判所の判決で、容疑ない米市民を継続的に拘留するのは違憲であるとされた。1945年秋に戦争が終わり、強制収容所は閉鎖された。最後まで残った収容者たちにはたったの25ドルと戦前の住所までの電車賃が渡されたが、多くの人々には帰る家も仕事もなかったのです。秋の家族はアパートが残っていて、大学を終えた秋はシアトルに戻りました。しかし戦後の偏見で職探しは難航しました。収容者は代わりに来た従業員や居住者からの差別や怒りに直面した。幸いに人種差別を受けるのは日系アメリカ人だけではありません。秋はシアトル発の多人種の労働組合の一つで職を得て、人種平等会議に加わりました。彼女は教師となり、数十年間多文化主義的で社会状況を反映した教育は何千人もの生徒に影響を与えました。しかし元収容者の多く、特に年長の世代の人々は戦後に生活を立て直すことができませんでした。収容者の子どもたちは運動を始め、アメリカ合衆国に歴史的不当行為を償うよう呼びかける。
1988年にアメリカ政府は正式に戦時中の強制収容を謝罪し、人種差別と疑心暗鬼、政治的リーダーシップの失敗による悲惨な結果だと認めた。この謝罪から3年後、アキ・クロセは国連シアトル支部より国連人権賞を授与され、平和へのビジョンとあらゆる背景の人々への敬意が称えられたのでした。これらの動画で学び続けてください。登録もお忘れなく。新しい学びのチャンスを逃さないように。